恋愛対象は女性ですか？男性ですか？男性です。皆さんこんばんは、バルちゃんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はこのチャンネルの視聴者さんからのコメントであったり、あとはインスタや X の DM からバルちゃんの恋愛話を聞きたいですっていうリクエストを多くいただきましたので、今回、私バルちゃんの恋愛話をさせていただければなと思います。ただですね、私男性との恋愛経験っていうのがほぼゼロに等しいぐらいないんですよ。というのも、私のちょっとステータスのお話になっちゃうんですけども、恋愛対象男性として生きていくぞと、決定したのが1年前ぐらいからでして、なのでそれから男性と何か恋愛していくとかそういうのは全くないんですね。ただ過去に高校3年生の時とで大学2回生の時に、恋愛とは呼べないんですけども、で行為には至らないけど、その手前ぐらい、半立ちぐらいのことはあったので、プチ恋愛話というのでそのお話をさせていただければなと思います。ただ繰り返すようなんですけども、どうしても背景が高校生、大学生と学生時代だったので、今現状社会問題とかでね、いろいろあったりするので、そういう話はちょっと苦手だなっていう方は、お控えいただくようにお願いいたします。それでその高校3年生の時のお話なんですけども、相手の方は自分が通ってた高校の体育の先生をされている方でして、であと柔道の顧問とかもしてたので、見た目も筋肉質で体もでかくて、俗に言うガチムチタイプな感じで、首から上は短髪でひげも生えてて少しこわもてで、これもよくいかにも系な顔をしてる方でした。でその体育の先生は毎朝通学の際、学校の校門で立って生徒とかに挨拶してるんですけども、挨拶する時とかもう低いトーンで笑顔も見せず、おはようおはようみたいな感じだったんですけども、ただ遅刻する生徒にはすごい厳しかったので、もう周りも怖い先生っていうイメージを持ってたんです。でことが始まりだしたのがその高校3年生の5月ぐらい、当時自分が硬式テニスの部活に所属してまして、で朝練があったんですけども、6時半ぐらいだったかな、早朝に通学する際にその体育の先生も校門の前で立ってるんですね。で当然他の生徒はいないので1対1で挨拶するんですけども、自分がおはようございますって挨拶したら、帰ってきたのが、バルちゃんおはようって帰ってきたんで、普段絶対そんな可愛い声も出さないし笑顔なんて見せない先生が初めてその感じの返しが来て、びっくりして、でもそれが毎日毎日続いて、ちょっと自分も距離が縮まったかなっていう感じがしてて、でもやっぱりそのギャップが激しすぎて、自分の母親とかにもその話をしてたんですね。でたまに通学の際に挨拶以外で、ちょっと世間話したりとか、あとはたまにケツしてるなとかボディタッチもあれば、で肩を揉まれたりとかっていうのもあって、その話とかも自分の母親にもしてて、今日先生肩揉まれたわとか、そんな軽い感じで話はしてたんです。でそれが数ヶ月続いて、で体育祭のイベントの際に、ちょっととあることがありまして、で体育祭が終わって跳び箱とかマットとかいろいろ倉庫で片付けをしてたんですけども、一人で倉庫の扉は開いてたんですけども、一人で片付けしてたら急に扉が閉まりだして、で何事やって思って振り返ってみたら、その体育の先生が立ってたんですね。で出た言葉が、バルちゃんこれで二人きりになれたねって言われたんですよ。いつもの軽い感じの冗談かなって思って、ほんまやねみたいな感じで返したら、どうするこれからみたいな感じのこと言われて、少し本気な顔をしてたので、ちょっとこれマジかなって気づいて、で向こうもちょっと引いてるなっていうのを察したのか、いや冗談やんみたいな感じで、その時は何もなかったんですよ。で家に帰って、で母親に今日先生に2人きりになれたねって言われたんやけどって言ったら、
母親の彼氏がちゃんとゴムつけてもらったかって言われたんですよ。でうちの母親は毎日その体育の先生との絡みの話を聞いてるから、多分薄々気づいてたとは思うんですけど、ただ自分だけすごい優しくしてくれてたので、母親からもずっとその先生を裏切るようなことはしたらあかんよっていうのを言われてたんですよ。でもいざその二人っきりになれたねっていうことを言われて、それを母に伝えたら、まさかそんな返答が返ってくるとは思わず、で母親からも「いやそれ多分あんたのこと好きやで」ってちゃんと受け答えしてあげやって言われたんですよ。そこから自分もちょっとこう意識するようになって、ただ恋愛対象は女性の方だったので、男性とお付き合いするっていうのはないなとは思ってたんですけど、好きって思われてるなって意識し始めてからも全然抵抗はなかったですね。でその後も何回かこう二人っきりになるシチュエーションはあったんですけども、何もなく月日がこう過ぎていったんですけども、で高校3年生のその3月の時、卒業間近の時に、その高校の先生から「いや実は俺2年後もこの学校辞めるかも」みたいなこと言ってて、でその時はちょっとお祝いしてくれへんみたいな話をされたんですね。でそれで全然お祝いするよって言って、そこで電話番号とかを交換して、それで連絡先は交換したものの、年始の挨拶ぐらいでしか連絡することがなくて、で自分も高校卒業して大学に進学して、でその大学2回生の年始の挨拶の時にこっちから「明けましておめでとうございます」って送って、でその開始で今年の3月に、学校を辞めんねんっていう話を聞いて、でそれでお祝いするっていう約束をしてたから「お祝いしますよ」っつって返して、でどこ行きたいですかとか何欲しいですかとかいろいろ聞いてたんですけども、その体育の先生からは「もうバルちゃんに会えるだけでもうプレゼントやからもうそれでいいよ」って言って、で会うことになったんですよ。自分京都の大学に通ってたんですけども、わざわざその大学まで車で迎えに来てくれはって、運転席から降りて助手席の扉をわざわざ開けてくれはってっていう真摯な対応をしてもらって、で連れて行ってもらったところが高級フレンチと、でそのあと2軒目がワインバーとか、もうなんかすごいねこう高そうなお店ばっかり連れて行ってくれはって、なんかこっちが祝うつもりが祝われてる感じだったんですけど、で一応自分も学生ではありながら、お祝いのプレゼントでお酒が好きな先生だったんで、バーボンのオールドクローを買って持って行ったんですけども、でももう連れて行ってもらうところが高級すぎるから、もう恥ずかしくてずっとカバンの中に隠してたんですけども、でそのたわいもない話とか恋愛の話とかいろいろ聞いたりとか、なんで学校辞めるのとかいろいろそういう話をしてたんですけども、で最終そのワインバー飲み終えて、で帰ろっかってなった時に、その先生からもうちょっと一緒にいたいから俺の家来ないって言われて、全然行きますよっていうことで、その先生の自宅に行くことになったんです。母親にはその先生と会うっていうことも言ってたし、で今日はちょっとその先生の家泊まりに行くわっていうのも連絡してたんで、で母親から帰ってきたのはちゃんとお尻洗ったかとか、完全に襲われるシチュエーションをもうイメージしてるんですけども、でとりあえず先生の家着いて、でまた飲み直しみたいなことをしてた時に、そこで初めて体育の先生に高校1年生の時から通学しているバルちゃんの姿を見て、少しずつ恋愛感情を抱いてて、で今ではもう大好きなんですっていう告白をされたんですね。で自分はその倉庫での二人きり慣れたに事件を機に母親にもその話をしてて、で実は先生が僕に対して恋愛感情を持ってるんじゃないかっていうことを言われて、少しずつ気にはしてましたと言ったんですよ。でもしよろしければ付き合ってもらえないかなって言われたんですけど、ごめんなさいって言ってお断りはしたんです。でも結局その先生の家で泊まることになって、で最後寝る時にもうほぼ添い寝状態で、さあ寝ようかって言った時に、後ろからこう抱きつかれて、でも自分は全然なんかそこには抵抗もあんまなかったので、
ああ抱かれてるわっていう感覚だったんですけど、その先生からもこのまま抱いていいみたいな感じで聞かれて、あ全然いいですよって言って、で自分もそこから寝落ちしたんですけど、なんかこう下の方がもぞもぞしてるなっていうのがあって、でそれで気づいて起きたら完全に下着の中に手入れられてて、でびっくりしたんですけど、まあ気持ちよかったんですよ。で自分のバルちゃんがもうお目覚めだったんで、このままちょっとこういう体験もしてみようかなって思って、で触らして、でももうそのなんかテクニックがすんごい気持ちよくて、でもうそのままフィニッシュしてしまいました。ただ先生もこれ以上のことは当然しないしっていうか、もうこんなことしてしまって申し訳ないって謝られたんですけど、全然自分は気持ちを思いさせてもらってありがとうございますって言ってそれでね、何事もなく、少しありましたけども朝を迎えて、終わったっていうお話でした。本当にプチ恋愛って感じなんですけども、今の自分だったらねもう全然ウェルカムって感じなんですけども、惜しいことしたなとか思いながら、そういう経験も良かったなっていう思い出に浸りながら話させていただきました。いかがだったでしょうか。今は恋愛対象が男性なので、ただやっぱりこう男性との恋愛においてのこうルールとかそういったのがもう全く皆無なので、皆さんからいろいろとご教示いただければ嬉しいかなと思っております。ということで本日の動画は以上となっております。それではバイバーイ。